こんにちは。のんびりライフののんびりです。今日は八日月姫を読みます。これは大阪の民話ですが、ご存知でしょうか。蜂と姫です。どのような話が想像できますか？蜂でお酒でも飲むのでしょうか。あるお金持ち夫婦にお姫様がいました。その奥様が病気で亡くなるとき、娘に鉢をかぶせます。その鉢はどうやっても頭から外すことができません。姫はいじめられ、川に身を投げて死のうとするのですが、鉢が水に浮いてしまうので死ぬことさえもできません。仕方なくある屋敷で働くことになりました。そこで優しい若君に見初められます。そんなある日、突然その鉢が取れて、姫はその美しい姿を表すことができ、若者と結婚し幸せになるというお話です。この頭にかぶせられた大きな鉢のせいで、姫は大変苦労するのですが、その鉢のおかげで本当に優しい人に出会えたと言えるのかもしれません。この話から思い出すのは Love is Blind というアメリカのリアリティショーです。愛は盲目というタイトルのお見合い番組です。私はネットフリックスで見ました。このリアリティショーでは複数の男女を集めて相手の外見を見ることなくお見合いのようなことをします。心だけで相手を見定めることが可能だと証明する画期的なリアリティショーですね。とても面白いです。相手を見ることなく恋愛するというのはインターネットの時代になった今では時々聞くようになりました。オンラインゲームで知り合ったネットモからいつしかガチ恋へ。ちなみにガチ恋というのはめっちゃ好きになることのようです。そのネットモからガチ恋へ、ガチ恋から結婚にまで至ったという人たちを身近なところで3組も私の知り合いにいます。本当に驚きです。はるか昔、平安時代には顔も見ずに和歌だけで恋愛をしていたので、こういう出会いは今に始まったことではないのかもしれませんね。八日月姫の話は結婚するまで鉢をかぶり続けます。この鉢こそが姫を本当に幸せにするための鍵になるのですが、姫は鉢をかぶせた母を恨んだりすることはなかったのでしょうか。この鉢のせいで幼くしていじめられ、一旦は人生どん底に突き落とされます。この鉢はかなりの試練だったことでしょう。生きている限りにおいては、誰でも重たい鉢をかぶり続ける時期があるものです。苦労ばかりのように思える人生にも、いつかは必ず光が差すものだと教えてくれます。そんな素敵なお話です。では読みます。八担ぎ姫。昔々、河内の国に一人の大金持ちが住んでいました。何不自由ない暮らしをしていましたが、子供だけはどうしても授かりません。それで毎晩、長谷寺の観音様に手を合わせてお願いをして、ついに念願の子供が生まれたのです。その子供はお母さんによく似た美しい姫です。ところが姫が13歳になった年、お母さんは重い病気にかかりました。お母さんは姫を枕元に呼ぶと、
私は間もなく遠いところへ行きます。私がいなくなるのは運命ですから、悲しむ必要はありません。さあ、母の形見に、これを頭に乗せていなさい。きっと役に立ちますからね。そう言って、重い箱を姫の頭の上に乗せたばかりか、大きな木の鉢までかぶせました。そしてお母さんは亡くなりました。お父さんは姫の頭の上の鉢を取ろうとしますが、どうしても外せません。そのために姫は、八日月と言って馬鹿にされたり、いじめられたりしました。やがてお父さんに二度目のお母さんがやってきました。この新しいお母さんが悪い人で、八日月姫に意地悪をしたり、陰口を叩いたり、最後にはお父さんをうまく騙して、八日月姫を追い出してしまったのです。家を追い出された八日月姫は、しくしく泣きながら、大きな川のほとりにやってきました。どこへ行ってもいじめられるのなら、一思いにお母様のそばへ行こう。ドボーン。思い切って川の流れに飛び込みましたが、木の鉢のおかげで浮き上がってしまいました。八担ぎ姫は死ぬことさえできないのです。村の子供たちが八担ぎ姫に石を投げました。わーい、頭がお椀、体が人間、お化けだ。ちょうどその時、この国の殿様で、山陰の中将という人が家来を連れてそこを通りかかりました。中将は親切な人だったので、八日月を家に連れて帰って風呂炊き女にすることにしました。この中将には4人の男の子がいます。上の3人は結婚していましたが、一番下の若君にはまだお嫁さんがいませんでした。心の優しい若君は、八担ぎ姫が傷だらけの手で水を運んだり、お風呂を炊いたりするのを見て慰めました。辛抱しなさい。きっと良いことがあるからね。はい。八担ぎ姫はどんなに嬉しかったことでしょう。こんなに優しい言葉をかけられたのは、お母さんが死んでから初めてです。それから何日か過ぎました。若君はお父さんの前へ出ると、父上、私はあの娘と結婚しようと思います。辛抱強く、心の優しいところが気に入りました。と言ったのです。もちろんお父さんの中将は反対です。ならん、あんな風呂炊き女など。いいえ、あの娘は素晴らしい女性です。あれほどの娘は他にはいません。素晴らしい？他にはいないだと？よし、では、嫁合わせをしようではないか。兄たちの嫁と、あの八日月を比べようではないか。三人の兄の嫁は、とても美しい娘です。こうすれば、八日月姫は恥ずかしくて、自分からどこかへ行ってしまうだろうと考えたのです。さて、いよいよ嫁合わせの夜が来ました。八担ぎ姫は思わず手を合わせて、長谷寺の方を拝みました。お母様、観音様、今夜、嫁合わせがあります。お兄様方のお嫁さんは、とても美しい姫君たちと聞きます。
私のような八日月が出て行って、愛おしい若君に恥をかかせるくらいなら、いっそこのままどこかへ。その時です。今までどうしても外れなかった頭の木鉢が、ポロリと外れたのです。鉢の下からは、輝くばかりの姫が現れました。そして、鉢の中からは、金銀宝石が後から後からこぼれ出ました。そこへ現れた若君が言いました。やはりあなたは素晴らしい娘だ。さあ、美しい姫よ、嫁合わせに行きましょう。屋敷の中では、三人の兄たちの美しく着飾った姫たちが並んでいます。そこへ八日月姫がニコニコと笑いながら現れました。おー。お父さんの中将が思わず声を上げたほどの眩しいばかりの美しさです。中将は八日月姫の手を取って自分の横に座らせると若君に言いました。まったくお前の言う通り素晴らしい娘だ。この娘を妻とし幸せに暮らすがよい。はい、父上。ありがとうございます、お父様。それから若君と姫は仲睦まじく暮らして、二人の間には何人かの子供も生まれました。ある時、八日月姫が長谷寺の観音様にお参りをした時のことです。本堂の片隅でみすぼらしい姿のお坊さんに会いました。そのお坊さんの顔を見て、八日月姫はびっくり。まあ、お父様ではありませんか。姫か。二人は抱き合って、数年ぶりの再会を喜びました。すっかり落ちぶれて、新しい奥さんにも見捨てられたお父さんは、八日月姫を追い出したことを後悔して、旅をしながら八日月姫を探していたのです。すまなかった。本当にすまなかった。泣いて謝るお父さんに、八日月姫はにっこり微笑みました。いいえ、いろいろありましたが、今はとても幸せなのですよ。それからお父さんは、八日月姫のところに引き取られ、幸せに暮らしました。おしまい。